刀の抜き方、収め方について解説していきます。はい。まず刀を持ちますね。この時に、これ平面の状態ですが、鞘を持つ手側に対して立てます。立てた時も刃が上、胸が下という風に持つようにしましょう。で、鞘をしっかり握って、柄もしっかり握って、抜いていくんですが、この時、鞘が外側へ行くのではなくて、こっちですね。柄が自分のお腹側へ来るように引き抜きます。で、もう一点が、切れない側、胸ですね。ちょっと見づらいのでこうしちゃいますけど、胸側に対して力が加わるように、つまり持っている時は下側へ力が加わるように、引き抜きます。ただね、ちょっとね、この状態でそれをやってもちょっとわかりにくいので、この状態で今回は解説いたしますが、皆さんは絶対この平面の状態で、刀を抜く、刀を収めるという動作はやらないでください。なんでかっていうと、刀身に傷がついてしまうんですね。で、なんで傷がつくのっていうと、ね、刀身ってやっぱ平べったいので、中で寝ちゃうんですね、重力に負けてね。で、その時に、この鞘の内壁に引っかかって、ピーッとこう、引っかき傷みたいのがついてしまうっていうのが一点ありますね。と、どうしても人間が引き抜くものなので、ねじれっていうのが発生するんです。そのねじれたところに傷がつくので絶対にやらないっていうのが、注意点ですね。と、もう一つ、ね、これ絶対やんないでくださいね。で、ほらかっこいいでしょって、この辺で止める方いらっしゃるんですよ。で、またこうしまうっていう人いるんですけど、これも絶対やらないでください。先ほど言ったねじれ。わかりますかねこれ。こういうのがわかるかなね、こう、カタカタ言ってますよね。そう。これがねじれという現象です。絶対に、なので、平面の状態ではやらないようにしてください。はい。でも、今回は、画像上で見やすいように、ちょっとこのまんま抜いてみますね。はい。じゃあ、こちら側、下側に力が加わるように抜くと、どうなるか。ちょっと、画像的にこっちの方がいいので、こっちにしますけど。はい。今、下側に力が加わっています。加わっていると、はい、切っ先まで来ましたね。カタン。ね、下側に力が加わっていたの分かりますかね？うん。じゃあ今度、納刀の時、収める時どうするかっていうと、同じように下側に力が加わるようにしましょう。で、まずは、はい、これ鞘の口ですよね。はいはい。もうちょっとこっちか。はい。で、この口の胸側にちゃんと切っ先の胸側が当たるように。見えるかな？ちょっとごめんなさいね。こう。あ、もっとこっちだった。はい。ね、ここですね。ここに引っかかるようにして、また、下側に力が加わるように、スーッと、一回で入れるようにしてくださいね。はい。こういう風にするんですね。じゃあ、今のは分かりやすいように、絵的に分かりやすいように説明したんですけれども、ちゃんとした、絵的なもの関係ない時の抜き方やりますね。はい。持ちます。立てます。しっかり握る。柄側を自分のお腹側へ引き抜く。はい。これでバットを引き抜きが完了です。はい。じゃあ今度は納刀を収めるというのをやります。しっかり鞘を握る。刀身も握る。で、柄の下がここですね。に当てて、ぎゅーっと下側へ力加わっています。で、ピッと入れると。はい。これが、一連の流れになります。で、もう一度ね、口酸っぱくして言いますが、絶対に、こう持って、これ絶対やらないでくださいね。で、絶対もうここで止めるなんて言語道断です。本当に、聞こえますか？これ、ねじれです。このねじれた状態で引き抜いてしまうと、刀が傷ついてしまうので、絶対にやらないようにしてください。ね、アニメなんかだとね、こういう引き抜き方あると思うんですけれども、
それは絶対にやらないようにしましょうね。